北大の渡辺と申します。今日は、国際山の秘話というテーマで、これから10分ほどお話をさせていただきたいと思います。で、ここに最初下の方に書いてありますけれども、山国の国民でありながら日本人で、国際山の日を知っている人はさほど多くはないっていう、こういった問題があるものですから、国際山の日っていうのはどういうものなのかなっていうのを簡単にお話しさせていただきたいと思います。で、その前にですね、いくつか言葉が出てきます。ちょっとややこしいんですけれども、一つは国連の国際年という言葉があって、それから国際デーという言葉があります。すでに津田先生のお話でも出てきてますけれども、まず国際年のお話をするとですね、来年2026年は、持続可能な開発のためのボランティア国際年とか、それから放牧地と放牧家の国際年とかですね、もう一つあります。同じ年で3つ国連が国際年というのを設けています。で、今年は先ほど来お話が出てきています、ファンの方からも出てきてますけれども、氷河の保護の国際年、氷河保全国際年とかですね、それから平和と信頼の国際年とか、他にもあります。で、こういったほにゃらら国際年というのを毎年国連の関係機関が設けているわけなんですけれども、ずっと遡って2002年は、国際山岳年というのでした。で、例えば学生さんとか若い方は国際山岳年って聞いたこともないかと思うんですけれども、その国際山岳年っていうのは、2002年の1年間にですね、世界中で山の問題に対して、いろんな活動を行ってきました。で、それを提唱したのが、中央アジアのキルギス共和国というところで、そこで、クロージングのサミットに近いものだったんですけども、10月の末にビシュケクグローバルマウンテンサミットというのが開催されました。で、ここでは、国際山岳年を超えて、その先どうしようかということが議論されて、でそこで作られた最終文書が国際山の日という、今度は山の日ですね、国際山の日というその設立の土台となったわけです。でそれを受けて2003年の1月30日に、国連総会で、ここに書いてあるように、持続可能な山岳地域の発展の重要性の関心を喚起するために、さまざまなレベルで行事を行うことが提唱されて、でその年の、毎年12月11日を国際山の日というふうに定めたわけです。で、津田先生のお話にあったように、あるいは最初の挨拶にもあったように、FAO がこの国際山の日の調整機関となっております。で、国際山の日というのは、要するにその山岳地域の開発を、無尽蔵にといいますか行ってはいけないと、そこでその持続可能なその開発を行っていくということを基本としているわけなんですけれども、そういった作業を、国際的に連携して、それで促進していくために存在をしているわけです。ですけれども、その毎年12月11日の1日だけの活動に、限定されているということではなくて、むしろその1年間に、いろんなところでいろんな日に実施した多くの活動を振り返る日として、位置づけられていると考えていいと思います。で、毎年ある特定のテーマに、焦点を当てています。でそこで、国際的なレベル、地域と国のレベル、それからあとコミュニティとか学校とかですね、そういったレベルまで含めてさまざまな行事を行っています。で、右下から今まで遡って2003年、水源としての山というのから始まってですね、今年2025年、最近ちょっとタイトルが長くなる傾向がありますけれども、山岳地域及びその周辺における水資源、食料及び人々の生活基盤にとって、重要な氷河というのが今年のテーマになっているわけです。これですね。で、最初にFAO のグルッスさんが、お話になった通りです。で、この氷河というのが、今年の国際山の日のテーマになっていて、それで、今日のこのシンポジウムのテーマ、山と水、
氷河と流域社会を考えるというところにつながっているわけです。で、日本の研究者じゃ氷河の研究をどれぐらいやってるかというと、かなりやってるんだと思います。思いますっていう言い方はちょっと無責任かもしれませんが、例えば私自身もですね、ヒマラヤで、温暖化で氷河が溶けてきて、それでその溶けた水がたまって氷河湖というのを作ります。でその氷河湖が急速に大きくなって時々決壊を起こします。でそれを氷河湖決壊洪水、グロフという言い方をするんですけれども、1989年に、現地調査を始めて以来ずっとしています。日本では、名古屋大学を中心としてそのグロフの研究を、世界をリードしてやっています。でこういったことって実は研究者仲間では比較的よく知られてるんですけれども、日本の国民皆さんにどれぐらい知られているかというと、あまりそのフィードバックされていないんではないかなというふうに思います。それで一方で日本には日本の山の日があって、本当に多くの活動が行われているわけなんですけれども、国際山の日って毎年毎年テーマを設定します。ですけどそのテーマには必ずしもとらわれないで、日本の取り組みを国際的に発信したり、それから共有できる、そういう仕組みを考えていくことが重要であるというふうに思います。で、日本のその取り組みというのがどれぐらい、諸外国に、還元されているのかというと、このページの一番目にあるように、2002年国際山岳年の時点でですね、ほとんどやってないよねっていう反省があって、でその反省は実は今でも続いています。しかしながら、しかしながらというか、2002年の国際山岳年以降ですね、日本国内では学術的な分野では実は多くの山に関する国際シンポジウムやら、それから国内でのシンポジウム会議が行われてきました。で例えば、2016年の7月23日には日本大学で、水島和夫教授が、実行委員長となってですね、国際シンポジウム、国際山岳年プラス20年に向けた取り組みということで、もう当時から日本で若い世代、次の世代を育てなきゃならない。で、国際的なところでも、ネットワーク作りをしなきゃならない、こういった認識がちゃんとあったわけですね。でもそれがいまだにできていないわけです。で、そこでそのタイミングがよくというか、ようやくというべきかもしれませんが、今年、全国山の日協議会が、マウンテンパートナーシップに、加盟をしました。で、これを機に、日本においても毎年国際山の日で求められているテーマについても、それから日本国内での、テーマについても議論をして、それを国際的に発信していくということが重要であろうというふうに思います。それ以降の今日に至るまでのお話はこの後加納先生がしてくださいますので、そちらに引き継ぎたいと思います。ありがとうございます。